不動産屋さんの階段へようこそ。今回も当チャンネルの視聴者様から不思議なお話をいただきました。その方を仮にはるみさんとお呼びします。それは今から3年ほど前のことでした。東京23区にお住まいのはるみさんは、何か時給の良いアルバイトがないかと探していると、パン工場での仕事がありました。それもはるみさんが特に好きなメーカーのパン工場で、そこでは新鮮なパンを直接安く買えるということでした。またはるみさんの住んでいる杉並の最寄りの駅からは、その工場は電車一本で行ける京市にあり、場所も文句なしでした。ただ夜勤のアルバイトで今まで夜勤の仕事はしたことがなかったので不安でしたが、でも仕事が終わるのは朝ですから帰宅時が怖いということもなさそうなので、そういうバイトも体験してみよう、そうはるみさんは思いました。そこで早速工場に連絡し、面接の日時が決まったそうです。ところがその面接の当日でした。関東に台風が接近し、激しい嵐で、はるみさんはこれじゃあ人事課に連絡して面接の日を変えてもらうしかないと思い電話をしたそうです。すると人事課の人は親切で当然のように日取りを変更してくれました。はるみさんはああよかったとほっとしましたが、でも今から思えばこの嵐は自分を生かせないためだったように思えるそうです。さてはるみさんはいつも知らないところに行くときは前もって地図や Google のストリートビューなどで確認するということでした。少し時間が取れたので駅からの道順を調べて頭で行き方をシミュレーションしていました。はるみさんはもともと方向感覚がよく、大体の道順だけでも目的地にはいつも必ず行けるそうです。そして面接の日も前の日に再度道順を確認し、はるみさんは自信を持って工場に向かいました。無事難なく工場に到着すると、はるみさんは緊張することなく面接を受けることができ、すぐに採用が決まりました。はるみさんはほっとして工場を後にしました。すると外は午後の太陽の日差しが気持ちよかったそうです。そして駅に向かってはるみさんが歩き始めると、ふとせっかくだからこれからほぼ毎日通うわけだし、この辺はどんな様子なのか知っておくのも良さそうだなと思いました。そこで少し回り道をすることにしたのですが、住宅地の中に入ると道が複雑になるので、車が多く行き交う街道沿いを歩くことにしました。するとしばらく歩いていると右にそれる道がありました。その道もガードレールのあるような公道だったので、はるみさんはその道の右側の歩道に入っていきました。そして案内標識もあるから迷うこともないだろうとその時は思ったそうです。さてそんなわけではるみさんは駅の方角をだいたい頭に入れながら周辺を見渡し歩いていると、途中で少し先に中学生ぐらいの男女5、6人の集団が見えました。はるみさんはおやと思いました。というのも女の子たちが浴衣姿で男の子もおしゃれをしているように見えたのです。はるみさんがもっと近づいていきよく見ると、彼らが立っているところは神社の鳥居の正面だったそうです。そうか、今日はこの神社のお祭りなんだと納得しました。はるみさんは興味をそそられ神社の中をちらっと見たそうです。するとそこはかなり古い歴史のありそうな神社でした。境内では多くの地域の人たちでにぎわっていたので、はるみさんはちょっとお祭りを覗いていこう、そう思いました。その神社はとても広い境内でたくさんの屋台が並び、家族連れやカップルが焼きそばやたこ焼きを買おうと並んでいました。
子供たちは楽しそうにはしゃぎ、はるみさんはほのぼのとした気分になったそうです。そして一通り広い敷地を回ると、そのまま神社を後にしました。はるみさんはきちんとお参りをしなくて失礼だったかなとふと思いましたが、いずれ改めて参拝に来てみようと思いました。さて、それからでした。はるみさんは再び元の道を同じ方向に歩き始めました。そして駅に向かうにはどこか途中で曲がらないといけないなと思っていると、ちょうど広い S 街道にぶつかり、そこを曲がったそうです。そして少し進むと、はるみさんはなんか変だなと感じました。さっき神社を出た時は空は明るかったのに、この S 街道に入るといつの間にか辺りが薄暗くなっていたのです。そんな長く歩いていたわけでもないのにと不思議に感じました。でもまあたまたまだろうとあまり気にせず歩いていくと、左手に高校の校門とバス停が見え、その先に建物の間から電車が走っているのが見えました。駅はあの線路沿いに行けばあるはず、そうはるみさんは考えました。ところがその線路に到達すると、線路沿いには全く道がなく、住宅やマンションの建物に遮られていました。そしてさっき電車が走っていた線路は高架になっており、その下をくぐる車道しかなく、歩道はありませんでした。これでは線路沿いを頼りに駅に向かうことができません。そこではるみさんは少し引き返して、さっきの学校の前ならとその通りに入ってみると、また行き止まりにぶつかってしまいました。どうしようとまた別の道に入っても、そこも行き止まりでした。その後もどの道に入ってもすべて袋小路にはまってしまい、はるみさんは気がつくとどこへも抜け出せなくなっていました。辺りは薄暗くなり、じわじわと夜の陰の気が充満してきます。何かが普通じゃないと思いましたが、はるみさんはまたもう一回線路の高架のところに戻り、そこで右往左往していると、やっと離れたところに歩行者用の地下道を見つけました。今からこの目の前の薄暗い陰気な地下道を抜けなくてはならない。そう考えるとはるみさんは少し怖くなりました。周りには人通りもなく、地下道の中も誰も歩いていません。人っ子一人いない暗いトンネルの中を、はるみさんは背筋に冷たいものを感じながらなんとか通り抜けたそうです。地下道を抜けてみると、反対側にも線路沿いの道はありませんでした。はるみさんは仕方なく道なりに進んでいくと、前方にマクドナルドの明かりが見えました。ああ、よかった、そう思いマックでコーヒーを飲んで一休みしたそうです。そしてお店を出る時でした。30歳前後の男性が突然はるみさんに近づいてきて話しかけてきました。でも何を言っているのか全くわからない意味不明なことを言っています。はるみさんは知的障害のある人かなと思いましたが、経駅はどっちでしょうと聞いてみたそうです。すると、わからなとだけ言ってその男性は去っていきました。いよいよはるみさんは自分の置かれた状況が気味悪くなり、違う世界に来ているようで、ここから早く抜け出さなくてはと思いました。そこでとにかく線路沿いに並行しているだろうと思われる道をあえて反対側に向かって歩いてみました。するとはるみさんの方向感覚通り無事京駅に到着できたそうです。その時はるみさんはやれやれと思いましたが、同時にまるで狐につままれたような気分にもなりました。帰りの電車の中ではるみさんは、自分は一体どこをさまよっていたのだろ
とずっと道に迷ったことを疑問に思っていたそうです。さて、その次の日でした。はるみさんは昨日のことが不可解で納得できず、もう一回 Google のストリートビューで歩いた道順を調べてみました。まず例のあの古い神社が地図上で見つかれば、そこから自分がどう道を間違えたかがわかると思ったそうです。それに工場から神社までの道順は至って単純でしたから、すぐ見つけられると思っていました。ところが不思議にも、どこをどう探してもそんな神社はなかったのです。はるみさんは自分の勘違いだと思い、あらゆる方法範囲も広げて神社を探したのですが、やっぱり地図には載っていませんでした。あれだけの古い神社で境内もとても広かったので、地図に載っていないということはありえません。ましてや車が行き交うガードレールのあるような道沿いにあった神社ですから、簡単に見つけられるはずでした。はるみさんは、そんなバカな、間違いなく私はあの神社の前で中学生たちに出くわし、お祭りでたくさんの人でにぎわっていたのを見た。そう思い、その後も何度も調べ直しました。でもまるでこの世から消え失せたかのように、そんな神社はなかったのです。そして分かったことは、そもそもあの工場の近辺、つまり歩いて行ける範囲には神社などなかったそうです。するとはるみさんはあれっと妙なことに気がつきました。神社は存在しませんでしたが、その代わりにあの工場の周辺には大きな霊園がありました。そしてその最寄りの駅では、電車に乗り降りする半透明の人々が目撃されているという話を聞きました。そのことと関係するかは分かりませんが、あの日はるみさんが入った神社はどこの時空に存在していたのでしょう。それは本当に神社だったのでしょうか。ご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録といいねボタンをお願いします。